皆さんこんにちは、フジロクです。今回は究極のコーヒーシフォンを作っていきましょう。今日はこちらカフェリーヌエスプレッソという材料を使って作っていきたいと思います。コーヒーのお菓子といえばインスタントコーヒーを使うことが非常に多いです。しかしインスタントのコーヒーってどうしても物足りないんですよね。かといって液体のコーヒー使ってしまうと味が薄くなってしまったり、ケーキが膨らまなくなってしまいます。そんな時に登場するのがこちらです。なんとココアパウダーぐらいサラッサラに溶けてくれる粉末なのに、コーヒー豆 100% なんですね。つまりは超微粒子のコーヒーそのままなんです。なのでめちゃくちゃ香りが良くて、とっても使いやすいコーヒー粉末になっています。今回はこのコーヒー粉末カフェリーヌエスプレッソを使って究極のコーヒーシフォンを作っていきましょう。まずはじめに卵黄とグラニュー糖を白っぽくなるまでハンドミキサーで泡立てていきましょう。コーヒーやチョコレートのシフォンケーキってどうしても高さが出ないんですよね。なので今回のレシピはいつもより卵が1つ多めになっています。高さが出やすくなっている配合になっているので、皆さんそのままレシピ通り作ってください。かなり白っぽくなるまでしっかりハンドミキサーで泡立てていきましょう。泡立て器ではどうしてもここまで白っぽくならないんですよね。できるのですがすごく時間がかかってしまうので、ハンドミキサーで泡立てるようにしてください。ハンドミキサーの筋がしっかり残るぐらいまで白っぽく泡立てるようにしましょう。しっかり泡立てておかないと、この後油と水が入るのですが、油と水を混ぜた時に分離してしまうことがあります。分離してしまうとシフォンケーキに穴が開いてしまったり、高さが出なくなってしまうので、白っぽくふんわりするまでしっかり泡立てるというのが大きなポイントになります。続いて太白ごま油を少しずつ加えていきましょう。太白ごま油というのは香りがないごま油になります。なので普通の茶色いごま油は使えません。お菓子を作るときは香りのない太白ごま油を使うようにしてください。太白ごま油がない場合は米油やグレープシードオイルなどを使用してください。オリーブオイルはどうしても匂いがあるのであまりお菓子には向きません。匂いがない上質な油を使用しましょう。そして油は一気に加えてしまうと分離するので、5回ぐらいに分けて加える、もしくは少しずつ垂らしながら加える、このどちらかで混ぜるようにしてください。シフォンケーキはここの部分が一番大事なポイントになります。しっかり空気を含ませて油を混ぜる、この作業を乳化と言います。油と水をつなげる作業ですね。しっかりここが乳化できていたらまずは失敗しないので、しっかり泡立てること、油は少しずつ入れること、この2つを守って作るようにしましょう。続いて牛乳を加えていきましょう。牛乳は一気に加えても大丈夫です。乳化の作業は少しずつですが、その乳化がしっかりできていると牛乳を一気に加えても分離しないので、牛乳はささっと混ぜるだけで構いません。続いて粉類をふるい入れていきましょう。粉類は薄力粉、強力粉、カフェリーヌ、ベーキングパウダーです。よくある質問で、強力粉は入れた方がいいですか、全部を薄力粉で作っても構いませんかというのを聞かれるのですが、私のレシピは水分と油分がかなり多めの配合になっています。そのたくさんの水分と油分を支えるためにグルテンが強い強力粉を入れてるんですね。強力粉を全部薄力粉にしてしまうと高さが出なくなったり、取り出す時に形が崩れてしまいます。必ず強力粉を使うようにしてください。粉類が全部入ったら泡立て器でしっかり混ぜ合わせていきましょう。しっかり混ぜ合わせることで先ほど説明した強力粉のグルテンが強化されるんですね。グルテンをしっかり作ることでシフォンケーキの形が崩れにくくなりますので、混ぜるときは軽く混ぜるのではなくてしっかり練るように混ぜてください。このように生地がとろっとするまで混ぜ合わせましょう。続いてメレンゲを作っていきます。
卵白は使う直前まで冷蔵庫で冷やしておくのをおすすめします。特に夏場の場合ですね。メレンゲは冷たいほど上手にできるので、部屋が暑いと思った時は使う直前まで冷蔵庫で冷やしておきましょう。ハンドミキサーを中速にして泡立てていきます。これぐらい泡立ったらグラニュー糖の1/3分の1を加えてさらに泡立てていきましょう。2回目のタイミングはこれぐらいです。先ほどよりふわっと泡立ちましたね。角は立ちませんが、これぐらいの硬さになれば2回目のグラニュー糖を加えてさらに泡立てていきます。そして3回目のタイミングがこれぐらいです。少しだけメレンゲが立体的になりましたね。角は立ちませんが、少し立体的になったところで3回目、最後のグラニュー糖を加えてさらに泡立てていきましょう。だいたいこれぐらいの硬さになれば大丈夫です。角が少しピンと立つぐらいですね。しっかり立つのではなくって、ちょうど角がお辞儀するぐらいの硬さです。それではキメを整えていきましょう。ハンドミキサーを中速から低速にしてゆっくりと泡立てていきます。こうすることでメレンゲがきめ細かくなります。ハンドミキサーを低速にして、そしてボールを回す手もゆっくり回してください。ゆっくり持ち上げてゆっくり下げる。この時にボールもゆっくり回転します。持ち上げてゆっくり下げる。だいたい1分ぐらいかけてメレンゲのキメを整えていきましょう。メレンゲができたらコーヒーの生地の中にメレンゲを3回に分けて加えていきましょう。今回コーヒーと強力粉がいつもより多めに入っているので、一番初めメレンゲを混ぜるとき少しだけ力がいります。しっかり混ぜ合わせてもらって構わないので、メレンゲの泡が残らないようにきれいに混ぜ合わせてください。1回目のメレンゲが混ざったら、続いて2回3回と加えて混ぜ合わせていきましょう。泡立て器である程度混ざったら、仕上げはゴムベラで混ぜましょう。泡立て器ではどうしてもボウルの底の部分や周りの縁の部分がきれいに混ざらないんですね。仕上げはゴムベラで混ぜ合わせていきます。それでは生地を流していきましょう。必ずアルミのシフォン型で焼くようにしてください。テフロン加工のツルツルのシフォンケーキの型で焼くと、逆さにして冷ましている時にストンと落ちてくることがあります。シフォンケーキを焼くときは必ずアルミの型で焼くようにしてください。生地が全部流れたら、最後は竹串でぐるぐると混ぜて大きな気泡を潰していきましょう。こうすることできめ細かいシフォンケーキに仕上がります。そして軽くトントンと空気を抜いてからオーブンで焼いていきましょう。170度に予熱したオーブンでおよそ40分焼いていきます。天板ごと予熱すると底上げしにくくなるので、天板ごと予熱したオーブンで焼くようにしてください。シフォンケーキが焼けたら逆さにして冷ましておきましょう。実はアクシデントがあって、逆さにした時に落としてしまったんですね。少しだけ高さがないのですが、しっかり焼けたので今回この動画を使っています。ちょっとだけ高さ低いので、皆さんはもう少し高さあるように焼けると思います。周りの部分を手で押して外して、そして最後は底の部分を外していきましょう。底の部分を外す時も手で外すことができるのですが、怖い方はこのようにカードを回して入れて外すようにしてみてください。それではシフォンケーキをカットしていきましょう。実はさっきのシフォンケーキを焼いた後にもう一度焼きました。だいたい高さがこれぐらい出たら成功ですので、皆さんもしっかり高さのあるシフォンケーキを焼いてみてください。そしていつもならここで終わりなのですが、究極のコーヒーシフォンはデコレーションをして最後になります。
シフォンケーキを8等分にカットしたら、シフォンケーキをパタッと横に寝かせましょう。そして切り目を入れていきます。この切り目のところに生クリームをたっぷり絞っていきます。生クリームは9分立てぐらいの固めに泡立てておいてください。そしてこの切り口のところにたっぷりと絞っていきましょう。口金は丸の口金を使っています。皆さん好きな絞りで構いませんので、たっぷりとクリームを絞ってみてください。そしてこの上にカフェリーヌをたっぷり振るっていきましょう。カフェリーヌはコーヒーの粉末ですが、超微粒子なので口に残らないんですね。ココアパウダーのような感じだと思ってもらったらいいと思います。このカフェリーヌを追いがけすることで、口の中でさらにコーヒーの風味が広がります。今までコーヒーのお菓子を作るときはインスタントの粉末をお湯で濃いめに溶いて生地に混ぜて使ったり、できた生地にコーヒーのエスプレッソ、濃いめのエスプレッソのコーヒーを染み込ませたりしてお菓子にしていました。しかしこのカフェリーヌは粉末なのでかなり美味しく、そして失敗せずにコーヒーのお菓子を作ることができるんですね。このカフェリーヌがあるだけで無限にコーヒーのお菓子が作れると思います。今後もたくさんコーヒーのレシピをアップするので、カフェリーヌ気になる方は概要欄をチェックしてみてください。はい、こちらでカフェリーヌエスプレッソを使った究極のコーヒーシフォンが完成です。私も久々に自分のシフォンケーキ超美味しいと思いました。皆さんもぜひ作ってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。